1982年の静かな夕暮れ。すべてがゆっくりと流れているかのような時間。この黄色く輝く宝物が記憶の鍵として存在します。今回は人々が新たな未来を夢見た時代を描きます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、ルノーサンクターボラリーを製作しますよ。このキットは以前に作ったゴルフレーシングと抱き合わせで購入しました。1982年に初版が発売されたこのキットは、魔改造という言葉がぴったりなシルエットを再現しています。時間の流れが柔らかに逆戻りする瞬間を感じ、そして開封すれば時の流れが静かに止まるのを実感します。このキットはおそらく2011年に再販されたもの。前オーナー様の保管状況が良く、美しい状態を保っています。梱包されていても透明度が高いことがわかるクリアパーツ。右へ左へフェイントモーション。派手な動きで熱狂した歓声が聞こえてきます。このフォルムがルノーの真骨頂。溜まり続けるドライバーフィギュア。シャシー関連のパーツは時代を感じる造形。このタイプのタミヤ製デカールは鬼門。綺麗に見えても脆くなっていると思われます。説明書は外国語対応の2冊。そしてすぐに塗り分けが困難であることを思い知らされます。イエローとホワイト、そしてブラックをこの小さなカウルに咲かせることが今回の使命。リアのハッチ周辺の塗り分けも困難が予想されます。おお、これは素晴らしい。モーターライズキットではないですか。しかも電飾の配線図まで載っています。これは楽しみになってきました。当時の説明書には必要な塗料一覧がないのが残念。おやおや、なんか謝ってる人がいますね。なんやて。そうですかそうですか。盛り上げといて一気に下げるやり方ですか。さすがサディスティックなタミヤ様でございます。まあ許しといたる。塗り分けがなければ2日ほどで完成できそうな物量。ですが今回もたやすくはないのでしょうね。大好きなメッティホイール。塗らなくて良いだけで気分が楽になります。派手に張り出したブリスターフェンダー。一度実車を街中で見たことがありますが、あまりの異様な美しさに無意識にストーカーしていました。本物はもっとフェンダーが張り出している気がしました。時代を考えると素晴らしい造形ですが筋彫りだけはしたいと思います。今回も配給パーツ様の美しい拷問器具。よく見るとピラーにパーティングラインがございます。テールランプの真下にも。目がぼやけて見失うのでペンで記しておきます。
浅くぼやけていたモールドがカチッとしたラインに仕上がりました。貫通寸前まで深く筋ぼったので塗料で埋まることもないでしょう。2024年の再販に2011年モデルを作るのもどうかと思いましたが、各所の変更点などがあれば違いを感じていただけるのではないでしょうか。黒光りする美しい造形。今回の2名のドライバーフィギュアには再び暗闇に戻っていただきます。タミヤ様が製造する黒の成型色にはなぜか温かさを感じます。うわうわうわ。大切なニッパーがぶっ壊れてしまいました。バネがビヨヨンってなって断絶できなくなりました。数十年間酷使しまくりでとうとう値を上げましたか。全くどんな根性をしているのか。無数の箱ぼれさえ愛おしく感じます。まだまだ頑張ってもらいます。パーツ数が圧倒的に少ないので下地処理もあっという間。カウルに裏打ちしてどんどん進めてみましょう。この豆腐のような塊感に見とれるのでございます。本来なら最初にホワイトを塗るのですが、塗り分けの難易度から考えてイエローを塗ることにしました。部屋から出ると黒ぬこが入りたそうに待っていました。呼んでくれたら開けるのに。近い近い。ツールクリーナーが公共排水垂れ流しのドブみたいになっていたので交換。これで数日の間はそこそこ綺麗なドブ側でございます。イエローを塗る前にイエローサフで整えます。せっかくの裏打ちを保護しておきます。娘がバレンタインチョコを作ってくれました。マシュマロにチョコをコーティングしてくれたようです。なるほどなるほど。タケノコの里にはかないませんが、ゴディバを超える味でございました。内装パーツもささっと塗ってみましょう。まさかのフラットブルー。そしてイエローサフが乾燥しました。タミヤスプレーから摘出したイエローも残りわずか。かなりの台数を仕上げた素晴らしい塗料です。この塗料はやたらと伸びが良いのか毎回綺麗な塗面になります。このままストリートバージョンとして仕上げてしまいそうです。次はこのホワイトの部分をマスキングで仕上げてみましょう。
サイドスカートやリアバンパー。ルーフにも及びそのマスキング作業は高難度。このデコボコをマスキングすると思うとワクワクしてきますね。息をすることを意識しないと10分くらい無呼吸になっちゃいますよ。マスキングは大きな一枚を貼るのではなく、細かなテープを並べて貼り合わせた方がうまくいきます。ナンバープレート下の隙間は厄介ですが慎重に。ボディとバンパーの境界線は目立つので納得いくまでやり直してください。イエローのボディにイエローのマスキング。マスキング映えするキットに限ってこの組み合わせが多いんですよね。強力な隠蔽力のアルティメットホワイト。最近は店舗でも供給率が上がってきましたね。シュークリームみたいな雰囲気。お腹いっぱいになるまで食べてみたいです。タマはエクレア派ですけどね。プラスチックの質感を超えて鉄板の硬さを感じます。これが1982年のタミヤ様の技術力。思い知りました。やけに冷え込むと思ったら雪が舞い降りていました。時間は止まったかのような静寂に心を奪われます。目覚めると格子から凛々しい光が漏れて揺らいでいました。朝日が白銀の世界を美しく照らします。カメラのレンズを通して秒間24フレームの世界が映し出されます。その一瞬一瞬がまるで昔見た美しい夢のよう。あでやかでシネマティックな景色に魅了されるのでございます。早朝の散歩から帰宅すればまた塗り明け開始。次はブラックを仕上げてゆきます。ボンネットのラインは簡単。しかしドアからテールにかけてのラインは調整が必要です。ルーフにはうっすらと塗り分けラインが確認できます。2011年バージョンのデカールは高難度。
2024年バージョンではブラックの塗り分けが緩和されているようです。リアフェンダーにかかるこのデザインが鬼門。コピーしてマスキング代わりに使用します。この模様を活用しつつブラックを塗る必要がございます。慎重に位置合わせ。ルーフと窓枠も塗り分けが必要。相当な時間をマスキングに費やしています。コピーしたマスキングを利用してペンでささっとラインを引きます。このラインを目印にマスキングをしてみましょう。タミヤ様の1ミリ幅マスキングテープ。両サイドに崩れや汚れ防止のプレートがあるので便利です。相変わらずイエローのボディには相性が悪いです。リアのダクトも塗り分け。もしタミヤ様が新規開発したキットなら別パーツになっているでしょうね。ざっとこんなもんでございます。このマスキングさえ終われば完成したも同然。子供の頃ずっと気になっていたキット。ようやくコレクションに追加できそうです。希釈済みのビノーブラックがあったので使用します。乾燥待ちに細かなパーツを進めてみましょう。車内はパーツ数こそ少ないですが手間がかかるカラーリングばかり。ダッシュボードの色は適当な色で塗らせていただきました。シンプルなロールバーはハッチバック車にはよく似合います。
ほとんど見えなくなるドア内張り。おしゃれの国フランスだけあって配色センスがぶっ飛んでいました。一体型のウィンドウパーツ。そしてライトのレンズが用意されています。ホイールのメッキを落とすなんてとんでもない。何もせずとも美しい姿のままで良いのでございます。墨入れだけしときますか。こんなの誰も気がつきませんけどね。ブラックが乾いたのでマスキングを剥がしてみましょう。すっかりおなじみのカラーリングになりました。カーモデルをやっている人なら一度は見たことがある配色ではないでしょうか。ルイノーブラックはもう少し薄く希釈しても良さそうですね。いよいよデカール作業の開始ですね。必要な工具はすべて用意するのが原則。なくてはならないアイテムのツートップ。JR 貨物にちょうど収まるのでうっかりこぼしてしまうこともございません。複雑に見えるデザインですが貼る枚数は少ないんですよ。気がかりなのは細いラインが多いこと。なんてこった。鉢巻き部分で折れてシワが入っています。これは参りました。ブラックの塗り分けがうまくいったようですね。デカールとの位置関係もバッチリでございました。強烈に細長いホワイトライン。短いのでドアノブ周辺をつなげることができません。ボンネットダクトを囲むようなホワイトライン。こんなもん絶対に無理ゲーなのはやる前からわかります。このサイズのデカールシート。タミヤ様でいうデカール B は水につけた途端崩壊するものもございます。シワがこの部分にも入っていたので貼る前から憂鬱です。はい、予想通り切れましたね。うまくごまかすのが素組みの真骨頂。こういう時に軟化剤が入ってないデカールフィクサーが本領発揮します。調子に乗って綿棒でコロコロしていたら持っていかれました。黒いラインもあるので厄介ですね。イライラしてぶつくさ言ってたら心配して膝に乗ってきました。黒ぬこもデカール貼ってみたいのかな。魔女に仕えるあなたならいとも簡単にこなすでしょうね。複数のスポンサーも一撃で貼ることができて助かりました。
少年時代に気になっていたプラモデルを大人になって手に入れる喜び。組み立てながら過去の思い出が次々と蘇ります。友達とお腹がよじれるまで笑ったり、眠れないほどに辛い夜を過ごしたり、懐かしい匂いまで思い出しながら幸せな時間を過ごします。その瞬間私は少年時代の記憶の中に生きており、集中力がもたらす世界は、時間をも超えて過去を再び手に入れることができます。この動画を見てくださっているあなたにも、記憶の残像を垣間見る時間の旅路が訪れたなら幸いでございます。本来はモーターライズキットだけあって足回りの強度は抜群。少々手荒く組み込んでも破損しませんでした。巨大な参拝。マスキングボール。小さい車体なのに異様な塗り分け指示のおかげで、随分と餌を与えることになりました。そのうち人間なんて潰してしまう質量になることでしょう。トラックでスイッチを起動させると転がってくるようにしたいですね。休日の昼下がり。気がつくと外は晴れ渡っているようです。あまりにも陰キャ生活を送っていると外の明るさが体に応えます。黒ぬこは窓とカーテンの隙間がお気に入り。魔女系のくせに追うキャ気取りやがって。やんのか。かかってこいや。こらこら。ほら、ガンって言ったやん。なんもしてないよ、みたいな顔しやがって。そんでまたそっち行くんかい。様子を見られているのは私かもしれませんね。ミニ四駆のシャフトみたいなのが入ってました。ワンウェイホイールの構造が大人になれば理解できると思ってましたが、未だに何のこっちゃわけわかりませんでした。懐かしいことばかり思い出します。裏も塗り分けがあるのですが面倒なのでする。ベアリングレスなので転がりが悪いですね。ラジコンのフルベアリングセットに憧れた少年時代。空き地で走らせているだけでは変化なんてわかりませんけどね。日本車では考えもつかない青い内装。そして色違いの真っ赤なシート。日本メーカーでこの案を提出したら上司に怒鳴られそうですね。さすが芸術の国のセンスは素晴らしい。これ本来はダッシュボードも赤なんですよね。わいわい。僕が考えた最強の車でございます。今回はガヤの EX クリア。乾燥時間と路面の高度を優先しました。プラモの撮影って案外大変。大して変わらないのにレンズ交換したり忙しいんです。さすが EX クリア。白氷をまとったかのような質感に溺れます。しかし路面が荒れていることには変わりないので研ぎ出します。
艶がなくなりましたがこの姿もかっこよい。途中の番手は編集が面倒だったので1万番まで飛ばします。目詰まりを防ぐためにも何度も水につけます。シャカシャカ。そしてしっかりと洗浄して出来上がり。塗面が整えられて綺麗な光が移動するのを楽しみます。研ぎ出しはマットの上が水浸しになるんですよね。そして定番のセラミックコンパウンド。ヤスリの研磨痕を消す目的で使用します。あまりの反射率にイエローが差は足りすぎますね。実際のラリー車両はここまでピカピカしていないと思いますが、これぞ模型の楽しみ方でございます。さらに磨き上げて宝珠のごとく透き通っていただきました。ダクトも塗り分け必須。当初はマスキングしようと思っていましたが、最後の最後にクリア層が剥がれる事故が脳裏をよぎったので筆塗り。エナメル塗料なのではみ出しても拭き取れますよ。ウィンドウ直下のスリットにも墨入れ。ボンネットのダクトは黒塗り指示でしたが墨入れで仕上げました。ヘッドライト周辺も黒く塗って重みを出します。エナメル溶剤で拭き取ります。真っ黒よりもようやくセントになった気がします。ダクトを囲むホワイトラインの補修。こちらもエナメルブラックで描き、乾燥後に拭き取っていく手法です。もう少し追い込めそうですが目の焦点が合いませんでした。このくらいで勘弁してください。リアウィンドウには熱線も再現されています。ヘッドライトレンズを装着しようと思ったら入りませんでした。塗装の厚みというよりもクリアパーツの倍が原因と思われます。四方を均一に削ってみました。やはり車というのはヘッドライトレンズが入れば表情が激変します。
クリルを装着しますが、こちらも四方を削って調整しました。素敵なお顔になりましたね。鉢巻きは水につけたら自動で分断しました。できるだけ修正してみましょう。こういう時こそリキッドデカールフィルムを使うべきですね。あれ苦手なんですけどね。そろそろ完成の雰囲気。お別れの時間が近づいてきました。1982年、昭和57年の夕方、街の商店街はいつものように賑やか。日が沈みかけ、橙色の光が街並みを優しく包みます。模型屋さんの前で足を止め、ショーウィンドウの中に輝く新しいプラモデル。あの黄色く輝くラリーカーが欲しくてたまらなかった。手に取って箱を確認する瞬間、胸が高鳴ります。お小遣いを握りしめ、店主に、これください、と伝えると、店主は微笑みながら袋に入れてくれます。自転車のカゴに大事にプラモデルを乗せ、夕焼けに染まる帰り道を漕ぎ出します。風が頬をなで、街の匂いが鼻をくすぐります。商店街の明かりが灯り始め、家々から聞こえてくる笑い声や夕食の香り、玄関にたどり着くまでの距離も心を弾ませます。誇らしげに家族にプラモデルを自慢し、夕食を囲みながらプラモデルを組み立てる計画を語り、何も難しいことを考えずに完成させたあの夜。あの日の色と香りは今でも記憶に残る宝物。黄色く輝く小さな小さな宝物。また思い出していただければ幸いでございます。ルノ・サンクターボラリー、完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。